こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、株の基礎でですね、配当金って何っていうのをですね、わかりやすく解説していきたいと思います。ですね、今日なんですけども、そもそもですね、株式投資で配当金って何って結構知らない方いらっしゃると思うんですよね。配当金とは何か、またどうやったらもらえるのかとかですね、またさらに、配当金を狙った投資法、どういうのが主流なのかとかですね、あとメリット、あとデメリットですね、わかりやすく解説していきたいと思います。ですね、初心者の方、ぜひですね、今日の動画最後まで見ていただくと、そもそも配当金って何？そういったことからですね、深く株式投資勉強することができるので、投資家の目線でですね、こういうふうに考えてますよっていうのを解説していきたいと思います。で、まず、そもそもですね、配当金って何？これ結構ね、知らない方いらっしゃると思うんですけども、まず前提として株式会社はどういうことかっていうと、出資者がいてですね、出資者が、会社をですね、対して出資しますと。で、会社はですね、その出資した人に対して株主権をですね、発行しますと。で、株主はですね、その会社に出資した額に応じて株をもらえますと。で、会社のですね、株式を持っていることは会社の権利そのものを持っているってことになって、あとは会社が何しようとですね、株主は責任を負わなくていいっていうような感じの、あといいことがあります。なので、最悪、株、潰れたら株はなくなるんですけども、犯罪とかなんか起こしたとしても株主が罪を追及される、そういったことはないっていうのはメリットとしてはあります。で、会社は利益を得るためにですね、会社は誰かが運営しますと。で、株持ってるってことは会社の経営権を持ってる。そういう経営権の取締役を決めたりできます。で、会社がですね、なんかのビジネスをやって、で、そのビジネスから得た利益が得ることが株式会社利益を追求しますと。で、その利益をですね、配当として株主に、戻す。それがですね、配当金になります。なので、前提としてはですね、会社がちゃんとですね、利益を稼ぐと。で、稼いだ利益を、株主に還元するっていうのが重要です。で、中にはですね、稼いでないのに配当金出すような会社もあったりとかするので、それも自分の資産を食い潰すみたいなのもあったりするんですよね。なのでですね、しっかり会社が利益を上げて、配当をですね、株主に返す。それはすごい重要になります。で、株を保有するってことはですね、会社を経営する権利を持ってるっていうので、それ、例えば 50% 以上の株を持っていれば、取締役を選出できるとかですね、そういうのを、株が、会社を運営できる権利がですね、会社法っていうのは、規定されたりしてます。覚えなくても全然いいですね。で、本当株主持ってる人がですね、会社社長選ばれるので、大塚家具でですね、父親と娘がバトルしましたよね。あれなんか話題、記憶に新しいんですけども、父親と娘が対立して、よりどっちがですね、多く大塚家具の株をですね、奪えるかっていうんで、その株持ってる方がですね、相手を追い出すっていうすごいバトルがあったんですね。で、娘の方が勝ったんで、父親を追い出すっていうんで、創業者たりともですね、株持ってないとですね、追い出される。そういう厳しい世界ではありますと。で、会社の利益は株主に分配されます。なので、従業員のためにどうなのとかっていろいろ話はあるんですけども、基本はやっぱ株主のために還元されるものですね。で、会社としては、会社の利益を最大限にするために従業員を育てるっていう意味で、給料を上げるっていうのはありますけれども、メインはやっぱ株主のために分配するのが株式会社の目的だったりとかするので、結構ですね、そこのとこは、配当とかいろんな形で株主に還元しなさいっていうふうに株主は結構言ったり、すぐプレッシャーかけてきますね。で、ちょっとこれ復習なんですけど、株の価格どうやって決まるかなんですけれども、株自体はですね、東証とかで売り買いされているので、売りたい人ですね、買いたい人がいて、売りたい人は少しでも高く株を売りたいですと、買いたい人は少しでも安く株を買いたいです。これ当たり前なんですけども、で、売りたい人はですね、いくらで売りたいかっていうのを並んでるんですよね。例えば6773円で1700株売りたいですよ。で、少しでも高く売りたいよって人と、少しでも安く買いたい。6764円で2100株買いたいよとか、それ以下で安く買いたいっていう人が並んでて、そこに対して少しでももういいやっていう風に、6773円でもいいから買いたいっていうと、この価格で取引されますと。で、どんどん買いたい人が増えてくると、どんどん株価上がってくるって感じですね。でも本当にですね、需要と供給で決まってて、売りたい人が多かったら株価下がっていくし、欲しい人が増えていくと株価上がってくる。これね、本当株の基礎なので、ぜひですね、覚えてください。で、配当金ですね、どうやったらもらうことができるのっていうのを解説すると、これね、非常に簡単にもらうことができます。証券会社にですね、口座を開いて、で、配当金出している会社をですね、株を、調べますと。出してないとこもあったりするので、で、株を購入します。で購入したらですね、もう持っときゃあとは勝手に、配当金がもらえるようになります。で、権利確定日っていうのがあるんで、この日までに株持ってれば、
配当金もらえますよって日があるんで、その日までに、株持ってましょうと。持ってたら、まあ、そのに応じて、何ヶ月後かに配当金がもらえるみたいな形になってます。で、まあ、勝手に振り込まれるんで、口座に。特に受け取りに行ったりとかね、郵便局でもらうとか、そんなんないんで、安心してくださいっていうので、買うだけで OK ですね、基本。それはすごい楽っちゃ楽ですね。ただ、まあ、権利確定日以降ですね、配当金の分だけ株価下がったりするケースもあったりとかするので、配当狙いでね、権利確定日前に買ったりすると、まあそれで下がったりとかするんで、まあうまいことやってる人は信用クロスとかあったりとかする人もいるんですけども、まあまあそれは初心者向けではないですね。で、まあどうやって探すかっていうと、これ SBI 証券なんですけども、国内株式のこのスクリーニングとかやったりとかすると、配当出してる会社とかを選べますと。で、配当金をですね、多く出してるランキングとかやると、もう 9% とかですね、8%、日産がね、8.36% ですね、配当。やっちゃえ日産ってことでね、まあ、ゴーンさんとかいろいろやっちゃったりとかしたのでですね、株価が暴落してるんですけども、まあ、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、まあ、配当金出してでもですね、株価が下がりまくって、業績下がって、配当金を減らす会社もあるんですよね。ただ、昔の配当金のままで、利回りが高くなったり、配当利回り高くなったりするケースがあるので、やばくない会社でですね、安定してるっていうところを探すのがいいですね。まあ、比較的ですね、日本タバコ産業 JT とかは、よく高配当株として名前出てくるので、まあ、これちょっと見てみますと。で、まあ、見てみると、こういう風にここのところですね、もう、予想1株配当154円って書いてあって、これ拡大するとこうなってるんですけども、まあ、1株154円ですね、配当をもらえますと。で、株価が2471円なので、まあ、2741円で株買うと、それに応じて1株当たり154円、予想ですね、もらえる予想になってると。で、まあ、例えば、これ100株単位で買うことができるんで、24万7100円買うと、1万5400円ぐらいの配当がもらえる。まあそういう感じになりますね。半年ごとに、70何円ずつもらえる感じになっています。なので、まあ、配当を探すとなると、まあこういうふうにですね、どれぐらい配当出してるのか。で、まあこれで利回りは普通にね、割り算すると配当利回り 6.23% とか出てますけども、割り算すると配当利回りが出て、あとまあ業績が下がってたりとか、株価が下がったりとかしているとね、結局配当もらっても株価自体下がっていっちゃうと、って感じになっちゃうんで、そういうのはちょっと気をつけなきゃいけないです。で、まあ配当金にかかる税金なんですけれども、一応一律 20% ですね。3% 以上の株保有している大株主だと、分離課税にならなくって、累進課税適用されちゃうんで、ちょっとあれなんですけど、まあ、ほとんどの方はですね、まあ、20% だと思っていいです。で、まあ、孫さんとか、前田社長とかですね、配当金バンバンもらってるんですけども、あれも 3% 以上の株持ってるんで、普通に 55% の税金払ってるはずですね。なので、まあ、よく 20% しかもらってないから、税金かかんないからずるいとか言われる方いるんですけども、大株主は、ものすごい税金払ってるはずです。で、口座開設するときに、特定口座の源泉徴収ありって、これ絶対聞かれるんですけども、決めなきゃいけないんですが、これにしておくと、勝手に税金払ってくれるんで、すごい楽です。なので、まあ、初心者が口座開設するときはですね、特定口座源泉徴収ありってやっておくと、勝手にやってくれるんで、初心者は絶対これにしておきましょう。上級者だとね、源泉徴収なしにしたりとかする方がね、いちいち税金払わなくていいから、レバレッジかかっていいよって方も中にはいらっしゃるんですけども、まあ、確定申告必要ですと。で、まあ、JT の場合は6月と12月に77円ずつ配当する。予定ですね。このままうまくいけば。っていうので、まあ、こういうことに配当金、非常にですね、税金も低いし、持ってるだけでもらえるっていうので、意外とおすすめっちゃおすすめかもしれないです。で、メリットとしては、まあ、配当金もらえるのは嬉しい。まあ、単純に嬉しいっていうのがあるのと、確実ですね、キャッシュが入ってくるっていうんで、まあ、株持っててもですね、株価どんどん上がっていっても、含み益としてなるんで、お金はもう入ってこないですけども、配当であればどんどん配当、実際の現金が入ってくるんで、まあそういうのは嬉しかったりとかですね。まありょうさんとか学長とか大好きみたいで、コツコツ高配当株を張っていけば、金の卵を産む、鶏になってくれるみたいなことをおっしゃってますね。なのでまあ、高配当株は、富裕層とか結構気に入ってる人は結構多くて、キャッシュがいっぱい入ってくるんで、まあ意外と人気ですね。あとまあデメリットとしては、まあ、配当課税 20% 減って入ってくるんで、まあ、ちょっと若干ですね、福利のパワーが削られてくるかなっていうところと、あとまあ会社自体がお金分配していくんで、配当出しまくってるところは会社自体の成長性がちょっと損なわれると。ちょっとこれ後で解説します。で、まあ、株価が下落したり減配したり、配当も減ったりとかですね、株も業績良くなかったりとかする可能性があったりとかするので、まあそういうところは気をつけないといけないですと。
で、資産の拡大のスピードが遅いんで、例えば5% とかの配当利回り結構高いと思うんですけども、例えば100万円持ってたとしても、5万円で税金引いちゃうと4万円しか入ってこないんで、100万円入って年間4万円もらったところで人生変わるかっていうと、そう変わらないですし、1億円持ってたとしても年間400万入ってきたところで、それで人生変わるかっていうと、やっぱなかなか変わりにくいっていうところがあるので、なかなかですね、配当だけで資産築くっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに個人的には思ってて、僕全然今まで配当はですね、むしろ無視してたっていうか、レバレッジかけて、値上がりする株を買っていくような手法を取ってて、配当ほぼ無視してましたね。なので、4、500万、数千万ぐらい株買ってたんですけども、その株持ってたんですが、配当を気にしたことがなかったっていう配当金振り込まれてるのかどうかそれ未だかつてチェックしたことがないっていうね、ルーズな感じで、1万2万とか入ったところでね、その誤差だろうというふうに思ってたんで、ちょっとそういうふうに結構過激な買い方してたので、今までね、やらなかったんです。ただそうは言ってもね、だんだん資産溜まってくると、だんだんそうね、ギャンブルみたいな株の買い方するのも良くないなと思って、今勉強中です。でいろんな人の話聞くと、やっぱ、安い時にですね、配当の株買ってって、で、ずっと保有し続けるっていうのはいいみたいですね。なので配当もらいつつ株価下がっていっても配当もうもらえばいいやっていうふうに思ってて、なんか不祥事とか起こさない限りは、量産とかずっと保有し続けると。で、一社だと危ないんで、分散して投資することでリスクを分散させるっていうんで、いろんなですね、株買っていくのがいいですと。三菱さんとかね、いろんな、小人株さんとかいろいろ勉強してるんですけども、4、50銘柄ぐらい分散投資してて、これすごいっすよね。毎月、この銘柄から配当もらえます、この銘柄から配当もらえますとか、毎月全部チェックしてて、いや、すげえ管理能力だなと思ってね、今まで配当金振り込みすらね、チェックしたことなかったので、これすげえなと、こんなクソめんどくせえことやってんのかみたいなね、ちょっと衝撃を受けました。なので食わず嫌いでなくて、ちょっとやってみたいなと思ってます。で、こんだけね、4、50銘柄、1銘柄あたり、4、50万ぐらいかかったりするんで、40銘柄、50銘柄かけると、2000万、5000万ぐらいかかってきちゃうんですよね。で、普通の方はですね、SBI 証券とか僕使ってるんですけど、ネオバってあって、これね、1株単位から買えたりとかするので、で、50万円まで買うんだったら、実質ですね、手数料月200円かかるんですけども、200円分 T ポイントもらえるんで、ほぼ実質無料になりますってことで、一株買いから安く買うんだったらネオボバむちゃくちゃいいですね。で、例えば JT だったらさっき24万円なんですけども、2400円から一株買えるんで、それでね、年間150円ぐらいもらえる、そういうのができますと。で、今ちょうどね、僕もね、高配当株をね、ちょっとやってみようと思って40銘柄ぐらい買ってみようかなと思って、ネオボバ口座開設したところですね。デメリットとしては NISA とか iDeCo とかちょっと株の税金で非対応なので、勉強がてらやるにはすごいいいかなと思ってます。詳細欄貼っとくんで、ぜひ見てみてください。4、50銘柄も買うのか、めんどくせえなとか思っちゃうんですけども。そんなこと思っちゃいけないです。ちょっと何事も勉強なのでちょっとやってみようかなと思って、動画も貼っとくんでよかったら見てみてください。これ結構ね、初心者にはいいかなと思ってます。で、あとここからですね、配当を出さない会社の方が僕ずっと好きだったので、なんでそういうのが好きなのかっていうのを解説していきます。で、株価がね、どうやって上がるかっていうと、結構いろいろあるんですけども、みんながさっき言ったみたいに需要と供給で決まるんで、みんなが株欲しいって思えば株が上がるんですよね。じゃあどうやって株者がですね、株欲しがられるかっていうと、配当をたくさん出すとですね、いいっていうのと、利益をたくさん出す。あと会社自体が成長しているとですね、株価上がってきます。今後バーッと売り上げ上がっていくみたいな。そういうふうに考えるとですね、この配当を出すっていうのと会社が成長させるっていうのはですね、実はですね、相反する関係にあるんですよね。なんでかっていうと、会社が成長させるためにはですね、投資どんどんお金、投資しなきゃいけないですと。でも、投資するにはですね、お金がもちろんいりますと。で、配当を出すと、さっき言ったように会社のお金が減ってくるんですよね。なので、配当をバンバン出すってことは、それだけ、もう、投資、会社の成長よりもですね、もう還元モードに入っちゃってるっていうことなので、そんなに成長性がない会社の方がどちらかというと多いですね。なので、会社を成長させるために、配当を出さない会社とかの方が僕は個人的には好きでした。そっちの方が、100万がですね、1000万円になったりとか、その、10倍テンバーガーとか、そういう大きく、株価が上がっていくような会社は結構配当を出さなかったりとかするんで、僕はそういうのが好みでしたと。で、さっきの図の復習なんですけども、会社がですね、ビジネスをやって利益を出しますって言って、でもそれを配当で配っちゃうとね、会社からお金が残らないので、それを配当を出さずにですね、むしろ会社はね、例えば工場を建てたりとかですね、そのお金を使って、また研究開発使ったりとか、その利益をですね、配当にしない、そういうのもあったりとかします。なので、そうすることで、
かなり、成長性かける。まあ、配当しちゃうとですね、法人税払った後のやつに配当しちゃうんで、税金かかっちゃうんですね、この分に関しては。なので、こっち工場だったりとかすると、減価償却使えたりとか、まあ、節税使えたりとかするんで、意外とですね、配当を出さないっていう方が、メリットあるっていう場合も大きかったりします。で、会社によっては、その配当出さずにずっと来たっていうのも会社もあって、アップルとかはですね、2012年ぐらいまではずっと配当を出さなかったり、アマゾンはずっと配当を出さずに、利益も出さずにですね、全投資して、投資しまくっていって、利益で出さない状態のまま時価総額100兆とかわけわかんないところまで行ってたりとか、Google、今アルファベットですけれども、配当金出さずにとかですね、そういうふうに配当出さずに会社に蓄えておいて、それを再投資することでですね、企業価値をどんどん高めていって、株主に還元する。そういう考えの方が個人的には好きでしたと。なので、今まで後輩とかやってなかったのをちょっと勉強がてらやってみようかなっていう、いつまでこういうバランスが重要になってくるので、そういうふうに考えつつですね、あります。あとトヨタとかはね、どうしてるのかっていうと、配当指向性とか言ったりして、何%ぐらいをですね、配当に回してるのかっていう指標があるんですけども、大体トヨタで言うと利益の 30% ぐらい配当に出してますね。なので、この利益のうち 30% ぐらい配当にしつつ、残ったものをですね、再投資していろんなものに使ったりとか、ちょっと厳密に言うとイメージ違ったり、利益なので減価償却とかいろいろ考えなきゃいけないんで、ちょっとざっくりイメージで言うと、こういうイメージですね。30% ぐらいを株主に配当として返して、あとは70% も会社の中で、利益蓄えたりとかいろんなものに使ったりする。そういうイメージでやったりとかしてます。なので、バランスですね。その会社自体が配当出しまくって、JT とかもそんなバンバン投資しないんで、市場どんどんシュリンクしていってるんで、それで配当を出しつつ縮めていくのがね、配当を出して新しい分野を出さずに開拓するのか、そういう会社の戦略によっても結構変わってきたりとかするんで、それはね、企業戦略として面白いとこかなと思ったりしてます。で、株の、勉強ってことはですね、再生リストで1から今回10ぐらいまでやってるんで、株式投資ぜひですね、しっかり勉強したい人はこれぜひ見てみてください。多分ね、50万再生ぐらいされてるんで全部で、すごい役に立つはずです。ということで、株式投資の、基礎で配当金なんですけども、復習すると、株式投資で、配当金っていうのは会社の利益を株主に還元するっていうのが配当になりますと。で、株持ってる勝手にバンバンもらえるんで、すごい配当もらえるんで楽っちゃ楽ですね。でもコツコツ現金をですね、もらっていくんで、メリットもあるし、福利としては働かないですと。ということで、やったことないので挑戦中ってことで、詳細欄にですね、ネオモバとか貼っとくんで、興味ある人は見てみてください。何事も挑戦なのでね、今まで配当金配当金振込額すら見たことないので、多分僕性に合わないような気がするんですけども、ちょっと持ってて放置っていうのね、結構現金遊んでて、現金がむちゃくちゃ余ってるんで、何かにね、再投資していかなきゃいけないなと思ってるところで、相当ですね、四捨五入すると、かなりの額が今現金で眠ってるのでですね、ちょっと運用していきたいなと思いつつ、こういうところにもちょっと勉強してですね、再投資していかないといけないなと思ったりしています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。でですね、いつも高評価いただきありがとうございます。コメントとかいただけるとすごい励みになりますので、ぜひですね、コメントよろしくお願いします。あと、役に立ったら SNS とかでシェアしていただければ嬉しいです。で、まだチャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いします。あと、Twitter ですね、有益な情報を発信してるんで、よかったらチャンネル、フォローお願いします。あと、LINE アットで不動産投資のチェックリストプレゼント中ですので、よかったら登録してみてください。それどうもありがとうございました。